ータラズです。今日はね、ウェッジウッド、イギリスの陶器メーカーだね。そのね、置き時計が家にずっと前からあるんですけど、ずっと動いてないの。そう、おかんにね、電池交換してよって言われてってね、やっとね、重い腰を上げてね、電池交換します。ウェッジウッド有名ですよね。陶器メーカー、イギリスの陶器メーカー、高級陶器メーカーだね。それのね、お土産でもらったんだね。それの置き時計。ただの時計なんだけどね、ほら、この部分、土台の部分だね。これが陶器になってます。これ時計以外何も使えねえよね、これね。って時計でね、って時計だって。ってことでね、この、ムーブメント、中のね、この時計の電池を変えていきましょう。今回はね、電池の交換だけだなって思ってました。高をくくってました。それがね、結果から言うとね、着地点が大きく変わりました。そう、見ていてください。そう、成功って書いてます。中のムーブメントはどうやら成功っぽいね。なんでか、このね、着地点が大きく変わったかというとね、今回もね、長いです。時間ある人ね、今見てあげてください。そう、中はね、ものすごく綺麗でした。やっぱりこれ系の時計、高級時計になるのかな、これも。これは高級時計ではねえか。そもそもその台が高級なだけでね。電池だって、そのムーブメント自体はそんなに高級じゃないね。そう、前に壊した時計の電池が残ってたんです。後々にこれがね、その着地点をね、大きく変えることになるんですけどね、これね、前に壊した時計の電池だけ取っておいたんです。新品買ったんだけど、結果的に壊しちゃって、新品の電池をね、取っておいたんですよね。それがあったんでね、それをつけたんです。で、これでね、もうね、動くかなと思ってたんですよね。成功のムーブメントだし、多分大丈夫でしょうってね、本当に高をくくってました。でね、とっととね、電池交換して見てみましょう。で、このタイプ、秒針がないタイプなんですよ。なのでね、動いてるかどうかね、わかりません。なのでね、すぐはわからないんで、耳でね、聞いてみます。耳でね、ちょっと聞きます。そしてね、動いてるのを確認して、時間を合わせて放置しておきました。10分とかね、放置してね、動いてるなと思えばね、それでいいなと思ったんで、10分後です。そう、どうやらね、動いてないの。あらと思って。でもね、秒針は動いてたんですよ。秒針だって。そのね、チクタクは鳴ってたんです。モーター自体はね、動いてたんだけどね、そのうち止まるっていう症状なんですよね。いや、よくわからんと思って。一回ね、全部っていうかある程度までばらしてみます。どこぐらいが多分原因かなっていうのは、大体に予想はしたんですよね。多分ね、この基板だろうと思って。クォーツなんで、やっぱり基板とか、モーターとか、やられてきます。なのでね、これをね、ちょっとね、この基板、ほら、ポロッと落ちたやつ、これがね、基板になります。こいつをね、ちょっとね、洗ってみようと思って、洗浄してみます。そう、竹串でね、接触部分をね、ちょっとね、こすってあげて。で、接点復活スプレーみたいなね、ちょっとね、オイルをね、塗りました。薄くオイルを塗ってあげてね、ほんでまたね、組んでいきましょう。多分これで治んじゃねえかってね。この時もね、まだね、高をくくってました。本当に。それでね、またね、同じように組んでいきましょう。いや、しかしピンボケ、この辺のピンボケひどいです。やっぱり小さいものをね、アップで撮るとね、どうもね、ピントが合わねえな、カメラの。しょうがない。さあ、これでね、電池入れて、またね、10分ぐらい放置してみましょう。
そう、結果変わらなかった、マジで。全くさっきと同じ。ってことでね、ムーブメント探しました。成功だからあるでしょうと思ったらね、エプソンってなってたんだよね。どういうことと思ってね。まあいいや。Y121 っていうムーブメントです。これはね、新品でたまたま出てました。オークションでね。あるんだと思ってね。したらね、結構なね、数が出てます。いろんな時計に使われてるんでしょうね。まあ、置き時計って言ってもね、サイズ的にはね、もう本当に腕時計サイズです。なので、ムーブメントもね、腕時計のムーブメントだね、これね。そう。針をつけるところの高さが違うんです。だからね、この新品買ったでしょ？これからね、これをドナーとして、中の基板とモーターをね、変えてやろうと思って、新品のね、基板とモーターをね、つけてやろうと思ったんです。まあ、それで治るっしょと思ってたんですけどね。でね、新品、ドナー側をね、摘出していきます。で、まあね、一回バラしてるんでね、一回バラすとね、やっぱりね、すぐわかります。基板はね、すぐに摘出できました。あとはね、あそこのモーター、見えますか？ニクロム線がね、ぐるぐる巻いてるやつ。これがね、モーターになります。これもね、摘出して、で、この基板とモーターをね、新品に変えようと思ったんです。そうすれば動くんじゃないかと思ってね、期待してるんですけどね。まあ何はともあれ、こいつをね、移植していきましょう。古い方のね、基板外します。やっぱりクォーツですからね、こういったものの腐食だとか壊れっていうのはね、結構あるみたいですね。まあ仕方ない。それをね、新品に交換していきましょう。基板を取ったらね、その下に見えてくるモーター、これもね、取ってあげましょう。これもね、新品に変えます。取り方よ。まあ、ポロッと取れるからいいんだけどね。まあいいわ。で、あとはね、逆手順で戻していくだけです。まずはモーターですね。そう、ほら、パッと見はね、全然わからないの。まあ、多分壊れてないと思うんだけどね。結果的に多分壊れてなかったんですよ。きっとね。まあ、この時点では何が原因か本当にわからなかったんです。だからね、これが原因じゃないかと思ってね、モーターと基板を交換してみてるんです。本当にはっきりした原因はね、ここだっていうのがわからなかったんですよ。なのでね、まあ、見当たる、まあ、これじゃないかと思われるのをね、交換しています、今。基板とね、モーター。こいつをね、移植してあげました。そしてね、カバーもね、つけてあげてね。で、また電池を入れてチェックしていきましょう。でね、今回はね、耳で聞くとね、秒針っていうかチクタク鳴ってるんですよ。ずっとね、鳴ってるの。チクタク鳴ってるんだけどね、針が動かないんですよ。そう。放置しててもね、これね、針が動かないの。本当にわけわからなかった。ほら、不思議そうに見てるでしょ？不思議そうに見てるんだよね。これ、チクタク鳴ってるのにね、針が動かないんですよ。なんでと思って。これ不思議に思うでしょ？これ本当に不思議だったんですけどね。さっぱりわかりません。この時点でさっぱりわからない。なのでね、徹底的にね、分解します。まあ、そこまで複雑な作りではないので、まあ多分歯車までバラバラにしても直せるんじゃないかとは思ってました。でね、結果的にやらかしたんです。そう。歯車を2つね、破損させちゃったの。新しい方の歯車でしょ？古い方の歯車もね、壊したからね。
ヤフオクでまた買いました。これすごいよ。5個で300円とか出てたの。これやべえじゃんと思って。同じね、型のね、ムーブメントです。ただやはりこのね、針のところの長さが違うのでね、まあそこはいいやと思って、また部品取りで買おうと思って、300円だからいいでしょうと思ってさ、買ったんです。5個セット300円。あそこに見える白いね、転がってる歯車あるでしょ。あれのね、軸を折ったんです。しかも2個。時計ってね、マジでね、本当にすぐ折れるからね、気をつけてください。本当にすぐ折れる。本当にこれはね、難しいね。そう。この部分、これを取りたかった。これを使いたかったんだよね。そう、壊しちゃったからさ。これのためにね、5個300円っていうのを買いました。そう。時計って難しいね。繊細だ、本当に。車の方がね、よっぽど簡単なんだよな。いつも思うわ。そう。そしてね、またね、組んでいきます。まあ、でもね、根本的な解決にはなってないんですよ。そうでしょ？だって歯車を変えただけなんだもん。歯車が原因じゃなかったんだけどね。それでもね、この状態でね、動かしておいて、このね、歯車が見えるね、隙間からね、見てみたんです。本当にルーペを使ってね、ほんと細かいの。そしたらね、分かったんです。本当に。これ覗かないと分からんね。やっと解明できた。そう、やっぱり細かいんでね、撮影はできないんで、ちょっとホワイトボードにね、書いてね、説明します。そう、そこがね、文字盤だね。下側文字盤だよ。で、これがね、ケースになります。ムーブメントのケース。で、これが歯車。要はここが針につながってるんですわ。秒針がないとはいえ、秒針が動いてる形になってるんです。それでこの、なんていうのかな、針を動かしてんだよね。まあこれだけではないんですけどね。だいたいざっくりな説明です。そう、この間にね、いっぱい分針だとか、地震を動かすね、針がついてるんですけど、こうやってね、いろいろ歯車がね、ついてるでしょ。で、この部分がね、モーターになります。モーターはね、動いてるんです。モーターは動いてんだよ。なんで動いてないかって言いますと、赤いやつで書きますからね。赤いやつ。ここまではね、ここにね、ほら、ここに隙間が生じてるんです。ここに隙間があるんだよね。隙間があるというよりも、その針を動かす、秒針を動かす針を動かす、その歯車のね、動きがものすごい大きいんですよ。そう。隙間が生まれちゃってるんだよね。で、これね、何回組み直してもね、ずっとこの状態なんです。で、最初は歯車が、なんていうのかな、こうきっちりはまってないだけだと思ったんですけど、どうやらそうじゃないっぽい。そう、モーターはね、ちゃんと動いてるんです。だからね、チクタク音は鳴ってるんだけど、このね、秒針まで伝えるまでにね、そこの隙間が邪魔をして、その秒針、針自体を動かすのに、その動力が伝わってない。ケースかなと思ったんだけど、ケース自体が壊れてるっぽい。なんかものすごくこの、見えないんだけどね。ケースがね、はまってないわけじゃなかったんです。きっちりはまってるんです。で、歯車もね、きっちりその穴にはまってんだけどね、どうやらケースがね、ちょっと歪んでるのかなっていう感じでした。そう。だからね、ムーブメントをね、交換しようと思ってね、丸々交換しようと思ってさ、そしたらね、そう、針をね、取ってる最中にね、こいつの針飛ばしました。勢いよかったよ。ピーンって飛んでったもん。ピーンって飛んでったからね、全然どこ行ったか分かりませんでした。いやー、がっかり。文字盤外してっけどね、もうどうしようもできないよ。針がないんだもん。そう、針がね、時計なんか時計じゃないでしょ。いやー、ってことでね、今回もこういう結果、なりましたよ。
でもね、ふと思い出したんです。最初の電池、皆さん使いましたでしょ？ほら、これ。この電池使ったでしょ？あの電池使ったってことはね、そう。あいつを使ってた電池を使ってた、そう、こいつを壊した時に使った電池だから、こいつが使えるんじゃないかと思ってね、こいつの針をね、拝借しようと思ったんです。で、これはね、以前に俺がぶっ壊したね、直してる最中にぶっ壊したね、いわばジュエリーウォッチですね。ルビーがついてて、この周りにね、ダイヤがついてるんです。で、文字盤はシェルなんだけどね、そう。針を使おうと思ったけど、これね、リングにぴったりなの。見て。これつけたらかっこいいんじゃねと思って。そう。いや、もともとウェッジウッドの文字盤ってちょっとダサかったから、いや、これでいいんじゃねと思って。もう、まあ、結構なんか本末転倒的な感じですけどね。そう、これにしようよと思ったんです。結果的に針飛ばしてよかったわと思って。で、中はね、もうほら、ご覧の通り、ガランドです。中身のムーブメントはね、一緒だったの。なのでね、ドンガラのこのね、ジュエリーウォッチにね、もう新しい新品の方からね、そのパーツを全部移植します。どんどん移植していきましょう。これね、ほんと偶然だったね。これほんとよかったよ、マジで。どんどんね、やってみましょう。もうね、結構この時点で何回も組んでますから、もうね、結構ね、目つぶってもね、組めるぐらい組んでるよ。これ、本当に何回も組んでますからね。動画では1話になってますけど、これね、だいたい1ヶ月ぐらい放置してましたから。どうしようもできなくて。そうなんです。だからね、綺麗に戻せました。いや、これの存在に気づいてなかったんだよな。だったらムーブメント買わなくてもよかったじゃんって話だよ。俺もそう思ってます。そんなことはいいや。治ればいいんですよ。そしたらね、これね、針外れてますからね、針もね、つけていきましょう。秒針もね、これ、取れてたんだな。なんでこれ壊したかっていうとね、裏蓋締め機がなくて、裏蓋締め機を使わないで締めようと思ってトンカチで叩いたらバラバラになったっていうねそういう経緯があるんですけど、まあね、なのでこいつが活躍する場が生まれました。まあ不幸中の幸いってやつなんでしょうね。まあいいよ、やっていこう。でね、ベルトをね外していきます。ちょうど丸いんでね、ウェッジウッドも丸でしょ。だからね、本当にね、ウェッジウッドのケースにぴったりに収まったの。ほんと偶然、ほら。ぴったり収まるでしょ。で、ジュエリーウォッチだから、周りにね、ダイヤがついてたり、赤い部分がルビーだったりするんだよね。で、カウンテーションもね、ついてたんだよ。もったいねえなと思ってずっと取っといたんですけどね。活躍の場がね、できました。そう。で、やっぱりこの、ベルトの付け根邪魔だよね、あれね。そのままでもいいかなと思ったんですけど、邪魔だからね、切っちゃいましょう。なのでね、サンダーで落としてきました。ガイーンってね、落としてきました。やっぱ丸の方がいいね。削ったことで、なんか真鍮が丸見えになっちゃうんで、あそこだけ見えてるっていうのもちょっとね、変なので、外周をね、一周ぐるり、メッキをね、取っちゃいます。ホワイトゴールドだったっけな。確かそんな感じだよな。ホワイトゴールドのメッキだった気がする。それもね、落としちゃう。まあね、やっぱりこうやって統一されてた方がいいでしょ。で、最後ね、身長見えたらね、紙やすりで外周、ヘアラインのようにね、整えました。そしてね、ここ。リューズのとこ、少し邪魔になってます。なのでね、そこは、リングをね、リューターでね、削ってあげましょう。そしてね、リューズがパチッとはまるようにね、思いっきり削りました。結構削ったな、これな。そしてね、合わせてみましょう。ほら。めっちゃ豪華じゃない？
すごい豪華になったんだよ。そう、これがね、こうやって乗るわけ。ねえ、いいでしょ。前のやつよりいいじゃん。そう、何あんな苦労してたんだろう。思いません？ムーブメント新品買って、中古も5個買って、それなのにさ、全く使ってねえんだよ。本当に。たかが電池交換でね、こんなことになりました。まあ面白いね。本当に面白い。何が起こるか分かんないね。まるで人生のようです。そう。そしてね、時計にムーブメントセットしていきましょう。このムーブメント、さっきと同じ Y121 でしょ。で、文字盤がね、これシェルなんです。だからね、外周はね、宝石でしょ。ジュエリーがいっぱいあるでしょ。ダイヤだとかルビーだとかがね、いっぱいあって、文字盤はシェルで、本当にね、時計自体はものすごい豪華なんです。ほら、本当にね、綺麗なんだよな。シェルの文字盤っていいよね。シェルの文字盤すげえ好きなんだよな。そしてね、以前に失敗した裏蓋を閉めるとき、裏蓋閉め器買ったんでね、これでね、安全に閉めていきます。そう。これがあればね、これは以前壊さなかったんだよね。でもいいです。結果的にまた新しいね、変わった道をね、歩ませてあげることができたかなと思ってますけどね。そう、ほら。こうやって乗るわけ。そうすると豪華でしょ。いやー、いいじゃんと思って。針飛ばしてよかったなと思って。針ね、未だに見つかってませんけどね。そう。どうやって固定すると思って。これよ、これ。いつものコーキング。固定する方法がなかったんで、コーキングにします。コーキングもね、がっちりつけちゃうと取れなくなるんで、本当に点付けです。2箇所ぐらい、ポンって、ほら、あれぐらい。ほんと少量だとね、外せるんでね、あれだと電池交換の時、裏から押してあげればね、あれぐらいだと取れます。なのでね、少量をね、つけてね、固定しました。あれぐらいだと本当にすぐ取れますから。そしてね、ほら、2箇所ね、点付けして、で、乗っけてあげる。そう、完璧じゃんと思って。電池交換もね、2、3年に1回と考えれば、それぐらいの頻度でね、外すんだったらいいでしょと思ってさ。そう、これでね、一晩放置してあげましょう。一晩経ってね、そしてまたその金具をつけるために裏蓋をまたつけます。そしてね、これ金具。そうするとね、この土台にきっちりはまります。きっちりね、はめてあげて。ほら、すげえ綺麗。良くなったなと思ってます。もともとのね、時計ウェッジウッドの文字盤より全然いいじゃんと思って。豪華だし、ウェッジウッドの陶器がね、またさらに際立ったかなってね、勝手に思ってますけど。今回はね、ただの電池交換のはずが、こうやってね、違った形になりました。光が当たるとね、やっぱりダイヤがついてるんでね、キラキラして綺麗です。この時計ね、本当に安かったんですよ。この腕時計。昔ね、結構流行ったじゃないですか。本当に昔。ジュエリーウォッチっていうのが流行ってね、確かに1万円ぐらいで買ったんですよ。でもね、ちゃんと鑑定書もついてきてね、それが残ってたっていうのかね、たまたま残っててね、こうやって違う形でね、復活させてあげることができました。そもそものね、着地点はね、違うんですけどね。ただの電池交換だけだったんですけどね、中身を丸ごと変えちゃうっていうね。まるで人生のようです。何があるか分かんない。でもね、結果的にすげえいいものができたと思ってます。中身が全然違うけどね、すげえいいものができたなと思ってます。そう。そしてね、また置くとこが決まってたんだよね。ウェッジウッドのグラスもあったんですよ。グラス集めるのも趣味ですからね。そこのね、ウェッジウッドゾーンにね、
このウェッジウッドの置き時計をね、置いたんです。ティファニーもね、前あったじゃないですか。ティファニーの時計。それをね、ティファニーのグラスゾーンに置いたんですけどね。それと同じ要領でここに置きたかったんです。やっぱりね、ダイヤとか入ってると、光が当たるとね、ほら、あんなにキラキラします。すげえ綺麗だな。ほら、こっちがね、ほら、ティファニーゾーンでしょ。先日直したティファニーのトラベルウォッチだね。こっちがね、ウェッジウッド。まあ、これはこれでいいね。本当に良くなった。ってことでね、今回はただ電池交換するだけのはずが、中身まで丸ごと変えてしまうっていう回でした。本当に。まあ電池がね、電池交換したからって治らなかったっていうのもあるんですけどね。いろんなものを引っ張り出してきて、どうにかこうにかね、復活させて、また違った形になったけど、結果的に良かったかなと思います。まあこういうこともね、ありますよ。本当に。なんか人生みたいで、今回もね、楽しかったんですけどね、大変でした。やっぱりね、時計はね、疲れる。本当に。車やってた方がね、簡単だもんな。本当に時計ってね、疲れるんですよね。目も疲れるし、気も使うし、すぐ壊れるし、そして何よりね、なんていうのかな、ごまかしが効かない。本当に時計はね、奥深いです。ということでね、今回は人生何があるか分かんないっていうのね、動画でした。次もね、またいろんなの考えてます。この次の動画もね、楽しみにしといてください。本日もご視聴ありがとうございました。